今日はクランキーチキンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、クランキーチキンを作っていきたいと思います。今回鶏胸肉を使っていくんですが、パサパサにならずしっとりとした仕上がりになる方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお肉などの材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、マヨネーズ、料理酒、お砂糖、鶏ガラスープの素、ガーリックパウダー、こちらの材料を使って作っていきます。鶏胸肉はですね、今回1枚で約 350g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回鶏胸肉を柔らかくするコツなんですが、ポイントはマヨネーズとお砂糖と料理酒です。こちらの3つを加えて漬け込んでいただくことで、お肉がしっとりとして柔らかい仕上がりになります。そして味付けは鶏ガラスープの素、そしてガーリックパウダーで風味をつけていきます。こちらガーリックパウダーがない場合はおろしにんにくを使っていただいても OK です。鶏ガラスープの素に関しましては、こちらは顆粒のコンソメで代用していただいても大丈夫です。それでは続いて衣の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、パン粉、片栗粉、薄力粉、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずじゃがいもなんですが、こちらはメークインを使っていきます。じゃがいもに関しましては今回2つで約 200g になります。こちらは目安にしてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに鶏胸肉ですね、この皮を取り除いてください。皮を取り除いたら続いてフォークで穴を開けていきます。そうすることで味が染み込みやすくなるのと、お肉もね柔らかくなりやすくなります。はい、 OK です。そしたらですね、こちらのお肉を一口サイズに切っていきます。まずですね、お肉をね3等分に分けていきます。このように見ていただくと繊維がね3ブロックに分かれています。まずこちらをね切り分けていきます。このように横に置いたらですね、まず上の部分を切り離します。よく見ていただくと繊維が分かれてると思うので、そこから切り離してください。そしたらお肉を縦にして、今度はね分かりやすいと思います。ここにね筋が入ってるので、ここから切り分けます。あとはこちらを一口サイズに切ります。まずこれを半分に切りましょう。そして食べやすい大きさに切っていきます。このぐらいの一口サイズに切ってください。それでは残りもね同じように切っていきます。はい、お肉はねこのように切ってください。今回はね3ブロックに分けて切ったんですが、やりやすい切り方で一口サイズにしていただいて大丈夫です。そしたらですね、まずここにお砂糖をすり込んでいきます。砂糖はですね、一番初めにすり込んでいかないと中に入っていかないので、必ず一番初めにすり込んでください。これでね表面にちょっとテカリが出るまでしっかりこのようにすり込んでください。この後ポリ袋の中で漬け込んでいくんですが、ポリ袋の中でこの作業をしていただいても大丈夫です。ただねちょっとお砂糖が溶ける感覚がねわからないと思うので、砂糖だけはねこのようにしっかり手ですり込んでいただくといいかなと思います。はい、 OK です。このように表面にちょっとテカリが出て砂糖がしっかり溶ければ OK です。それではポリ袋を用意してください。そして口を広げます。口を広げたらここにお肉を入れましょう。そしたらここにマヨネーズ、あとは料理酒、そして鶏ガラスープの素、あとはガーリックパウダーを加えます。そして口を持ってしっかりとね混ぜてください。このように揉み込みます。きちんと揉み込んだら空気を抜いて口を縛ります。そしてこのまま冷蔵庫で30分漬け込んでください。それでは続いてじゃがいもを切っていきます。まずですね、じゃがいもの皮を剥いてください。もしね芽がある場合は芽もね必ず取り除いてください。はい、でこのように皮を剥いたら今度は細かく切っていきます。まずだいたい5ミリ幅ぐらいで切ってください。ちょっと転がるので手を怪我しないようにだけ注意してください。
したらまた同じように5ミリ幅ぐらいで切っていきます。切ったらくるっと回転させて、そしてまた5ミリ幅で切りましょう。はい、このように切ってください。切ったじゃがいもに関しましては、ボウルにお水を張ってこの中に入れておきましょう。では残りもね、同じように切っていきます。はい、そして切ったらこちらもボウルに入れます。はい、でこのように全部切り終わって水にさらしたら、このまま5分ほど置いておいてください。そうすることで焦げにくくなります。はい、5分経ちました。そしたら一度ね、さっと水洗いしてざるにあけてください。はい、このように水を切ります。そしたらですね、ペーパーを用意して、この上にじゃがいもを出します。そして全体に広げてください。広げたらまたペーパーをかぶせて、じゃがいもの水分をしっかり拭き取ります。はい、このようにね、きちんと水分を拭き取りましょう。そしたらですね、衣を作っていきます。まずじゃがいもをバットの中に入れてください。そしてここに片栗粉を加えます。そしてじゃがいも全体に片栗粉をまぶしてください。はい、でこのように全体にまぶしたら、続いてパン粉を入れます。そしてよく混ぜましょう。これで衣の完成です。しっかりね、なじませておいてください。はい、30分漬け込み終わりました。それでは袋を開けます。今ね、このような状態になってます。そしたらここに薄力粉を加えます。そして一度全体になじませてください。よく揉み込みましょう。このようにね、全体になじめば OK です。それでは今から衣をつけていきます。では鶏肉を取り出して、そして衣をつけていきます。このようにギュッギュッギュッと押さえつけて衣をつけてください。はい、こんな感じです。このようにくっつけます。ではね、残りも同じように衣をつけていきます。はい、このように衣をまぶしてください。それでは揚げていきます。まずフライパンの底から1センチほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。火にかけたらこのままだいたい170度ぐらいまで油を温めます。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては、菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになってれば OK です。そしたらですね、お肉を入れていきます。入れる時はじゃがいもが剥がれないように軽く押さえてから入れてください。やけどしないように注意してください。はい、でこのように入れたらですね、あとはあんまり動かさずに揚げていきます。お肉を入れてすぐ転がしてしまうと衣が剥がれやすくなるので、入れたらですね、下の油に接着してる面の衣が固まるまでそのまま揚げてください。お肉を入れるとですね、ちょっと油の温度が下がるので、そちらは調整しながら揚げてください。はい、でこれでね、2分ほど経って下の衣が固まったら裏返します。そしてまた動かさずにこのまま揚げていきます。はい、今ね、裏返してからまた2分ほど経ちました。そしたらあとはですね、全体がいい揚げ色になるまで時折転がしながらね、揚げてください。あんまり転がしすぎると油跳ねする原因になるので、転がしすぎにはね、注意してください。はい、で今ね、トータルでだいたい5分ほど経ちました。小さいものからね、だんだん上がってくると思います。こんな感じでいい感じに揚げ色がついたら取り出してください。あとはね、フライパンの置く位置によって揚げ具合が変わってくるので、揚げ時間は調整しながら揚げてください。はい、このように美味しそうに揚がりました。表面もね、ザクザクに仕上がってます。それではね、残りも同じように揚げていきます。2回目揚げる時はですね、残ったカスをきちんと取り除いてから揚げるようにしてください。はい、それではね、揚げていきたいと思います。はい、全部揚げ終わりました。このようにとてもザクザクに仕上がってます。ではこのままだいたい3分ほど油を切ってください。
はい、これでクランキーチキンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように衣はとてもサクサクに仕上がってます。味もね、しっかりついてるので、このまま美味しく召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。味が中までしっかり染みててすごく美味しいです。もう味付けもね、最高ですね。そしてこの衣の部分がすごくサクサクで、中のお肉がね、しっとり柔らかい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のクランキーチキンのポイントです。まず今回胸肉を使用してます。こちらは鶏ささみで作っていただいても OK です。胸肉はね、結構パサつきやすいんですが、お砂糖、マヨネーズ、そして料理酒で漬け込むことでパサパサ感がなくなって、とてもしっとりとした柔らかい仕上がりになります。ぜひね、こちらを使って漬け込んでみてください。漬け込む時もですね、お肉を切る前にフォークで穴を開けることで柔らかい仕上がりになって、さらにですね、味も馴染みやすくなります。そして今回味付けは鶏ガラスープの素と、あとはガーリックパウダーを使いました。この2つの組み合わせがすごく美味しいので、ぜひこの2つで味付けしてみてください。もし鶏ガラスープがない場合は、こちらはコンソメで代用していただいてもいいですし、ガーリックパウダーもおろしニンニクで代用していただいて大丈夫です。ただおろしニンニクを使うとちょっと焦げやすかったりしますので、こちらは注意していただけたらと思います。そしてお肉を漬け込む時のポイントなんですが、まず最初にお砂糖をすり込んでください。砂糖は他の調味料と一緒に入れてしまうとお肉の中に入っていかないので、必ず一番初めにね、お肉にすり込んでください。そしてその後マヨネーズ、料理酒、鶏ガラスープの素、ガーリックパウダーでしっかり揉み込んで、その後30分漬け込んでください。今回30分なんですけれども、こちら1時間から2時間ほど漬け込んでいただいても大丈夫です。そしてじゃがいもについてのポイントです。今回はメイクインのじゃがいもを使ってます。こちらは一度ね、5ミリ角ぐらいのね、小さめの角切りにしていただいて、その後水に5分ほどさらしてください。そうすることで焦げにくくなります。角切りにするときはですね、あんまり大きくしてしまうと衣がお肉から剥がれやすくなるので、できるだけ細かめに切ってみてください。そして水にさらし終わったらしっかり水を切って、その後はキッチンペーパーできちんと水分を拭き取ってください。水分が残った状態で揚げてしまうと油跳ねの原因になりますので、注意していただけたらと思います。そしてその後は片栗粉をまぶして、そしてパン粉をなじませてください。ポロポロっとした感じになれば OK です。そして衣をまぶす時なんですが、まずお肉の方に薄力粉を加えてしっかりなじませて、その後ね、衣をつけてみてください。お肉に薄力粉を混ぜてからまぶしていただくと、より衣がくっつきやすくなります。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、一度衣をしっかりくっつけてからフライパンの中に入れてください。この時やけどだけには注意していただけたらと思います。そして入れ終わった後なんですが、すぐ転がしてしまうと衣が剥がれやすくなるので、だいたい1分半から2分ぐらいですね、しっかり衣が固まってからひっくり返してください。そして片面も同じようにしっかりね、衣がくっついたことを確認してから転がすようにしてください。あんまり転がしすぎると油跳ねしやすくなるので、転がす回数はね、できるだけね、少なめにしていただくといいかなと思います。あとはですね、いい感じに揚げ色がついたものから取り出してください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はクランキーチキンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。